こんにちは。今日はとても簡単なリブ編みのプルオーバーを作っていきます。作り方はとても簡単です。まず細長い長方形を2枚作って、それを縫い合わせて作ります。複雑な模様編みもありません。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はニュアンスモヘア。これはセリアさんやキャンドゥさんで買いました。カラーナンバーは6番。アクリル 100%、25g、約102メートル。使用かぎ針の目安は4から6。これを今回2本一緒にして編んでいきます。針は15を使います。2本一緒にするとこんな感じ。太さは 2.5 ぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。あとはマーカーととじ針。それと今回、これはお好みなんですが、私はボタンをつけようかと思っています。なくても大丈夫です。これは 2.5。こっちも 2.5。これは 1.5 ぐらい。出来上がってからどんなボタンにしようかと決めていきたいと思っています。作り方について説明します。まず、細長い長方形を2枚編んで、これを半分に折って、で縫い合わせて、反対側も縫い合わせて、で脇も。これでベストの形にします。これで出来上がります。まずこの長方形を作ります。鎖編みをして、でリブ編み。リブ編みは細編みと中長編みだけ。とても簡単に編むことができます。この長さを決めます。この長方形の真ん中2つに折ったところは肩のライン。どれぐらいの長さにするかによってこの長さは決まります。私は今回おへそと股の間ぐらい、お尻の一番膨らんでいるところぐらいにしようかと思っています。お好みによってはもっと長くしてあったかくするといいかと思います。必ず最初に編んだ鎖編みを肩にかけてみて好みの長さにします。鎖編みをしばらく編んで肩に当ててみて紙の前で決めていきます。私はこれを120センチ。120センチで鎖の数を数えてみると鎖の数は130個。この模様は何の倍数ということがなくて何個でも大丈夫です。この2枚が同じであればどんな数でも大丈夫です。鎖編みをしていきます。この時糸端を長く残しておくと後で縫い合わせる時に使うことができます。でこの残しておく長さは後でどれぐらいあれば大丈夫かを書いておきます。この鎖はゆったりと編んでいきます。きついと歪んでしまうのでゆったりと編んでいきます。あればもう少し太い針を使って編んでいきます。このまま作りたい長さまで編んでいきます。
作りたい長さまで鎖を編んできました。私は約120センチにしたいので鎖を130。1段目は細編みだけをしていきます。細編みをするので鎖をもう一つ。一つ戻って二つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。今、裏山に針を入れて編んでいく方が、後で針で閉じ合わせるときにやりやすくなっていきます。で今、裏山に入れていく方が楽だと思います。で後で見分けにくくなりそうだったらマーカー。次も細編み。全部一つに一つの細編みをしていきます。このまま端まで細編みを続けます。端まで来ました。次は2段目。鎖一つ裏返します。鎖の根元の細編みに細編み。普段はこんな感じで2本の糸の下に針を入れて細編みをするんですが、今回はこの2本見えるうちの向こう側1本をすくいます。で、細編み。後で見分けにくくなりそうだったらマーカー。次からも同じように編んでいきます。上から見て、向こう側1本。上から見た方が見やすいと思います。この細編みを10個。これで細編み10個。この長さはお好みです。この部分は着た時の裾の少し狭くなる部分になります。お好みで長さを決めます。私の場合は細編み10個で、長さは約8センチぐらい。もうちょっと長くても短くても大丈夫です。次から中長編みで同じように編んでいきます。でこの端から10個目の細編みにマーカーをつけておきます。これが中長編みと細編みの境目。またこの2本あるうちの向こう側1本で中長編み。でこのまま中長編みを続けていきます。反対側の端ではまたここに細編み10個。それまではずっと長編み。ここまで編んでいきます。2段目の端まで来ました。下の細編みを見ると10個残っています。細編みの上に細編み。さっきと同じように2本見えるうちの向こう側1本の細編み。でこの細編みは端から数えて10個目。またマーカーをつけておきます。また端まで細編みをしていきます。
これは端の細編み。端の細編みには2本の糸の下、端だけは2本の糸の下にします。で細編み、この方がきれいに出来上がります。で次は3段目、2段目と全く同じです。鎖1つ裏返して根元に細編み、この2本の糸の向こう側1本、またさっきと同じです。10個目の細編みにはマーカーをつけていました。細編みの上に細編み、これが10個目。次からは中長編み、また向こう側1本、これで端まで編んでいきます。3段目の端まで来ました。また端から数えて10個目の細編みに細編み、ここまでは中長編みで、マーカーのついているところは細編み、ここから端まで細編みをしていきます。で端では2本の糸の下で、また次も同じように続けます。鎖1つで細編みで、10個目を編んだら次から中長編みでずっと編んでいって、中長編みを編んで、ここから細編み、端では2本の糸の下で、また鎖1つで繰り返して編んでいきます。これでしばらく編んでいきます。24センチ編んできました。この編み地は縮むので、ギュッと伸ばして測ってみると、だいたい30センチぐらい。段数は21段。これは奇数にします。で、最後の段は細編みだけになっています。ずっと細編みだけ。今までは中長編みの部分があったんですが、最後は細編みだけ。で、この幅は好みなんですが、奇数にします。同じものを2枚用意します。で、次は縫い合わせる位置にマーカーをつけていきます。まず半分に折って表と裏を確認します。最初の細編みが表の方を表に決めます。最初の細編みが表だと最後も表。表を上にして、で、こっちも。で、真ん中を縫い合わせます。まず2つに折って、で、襟ぐりの位置。
私はこれを23センチ。で、これはお好みの長さにします。私は肩にかけた時に胸の真ん中ぐらい、これぐらいの形にしました。もっと広く開けてもスキーとしていていいと思います。で、私は23で、数を数えて同じ位置にマーカーをつけます。次は背中で、こちら私は上から7センチぐらい、これ7センチぐらいにしました。で、これもお好みなんですが、あまり短いとちょっと狭くなると思います。で、私は7センチで、数を数えて同じ位置にします。で、裾からここまで縫っていきます。まず前から縫い合わせていきます。残していた糸を使って縫い合わせていきます。糸がない場合には新しい糸を持ってきます。で、針を入れる場所はこの細編みの上から見て鎖のように見えるところ、この間に針を入れます。で、こちら側に入れることもできるんですが、今回はこっち側、合わせた時の下の方、こっちが上でこっちが下、下の方に針を入れます。こっちも鎖のように見えるところの下の方で縫い合わせていきます。で、まず端は2本の糸の下、端だけ2本の糸の下に針を入れます。で、次からさっきのように縫い合わせていきます。まずこことここは今2本の糸の下に針を入れたのでちょっと見にくいんですが、こことここで下の方で、次はこことここ、次はこことここの間、
れで端までマーカーのところまで縫い合わせていきます。マーカーをつけていたところまで来ました。ここではしっかりと留めていきます。2本の糸の下、こっちも2本の糸の下で、もう1回で、あとは裏で隠します。で、後ろ身ごろも同じように縫い合わせます。次は脇を縫っていきます。で、また表を上にして、で、肩のところで折って、で、私は肩から19センチで、これぐらいにしました。で、冬に厚いものを着るときには少し広めの方がいいかと思います。この状態で肩にかけてみて、で、きつくならないようにこの広さを決めます。で、決まったら裾からさっきと同じように縫い合わせていきます。お好みでボタンをつけたら出来上がりです。今はほぼ四角の形になっているんですが、着ると体に沿うので肩の形に垂れて可愛いシルエットになります。この編み方は伸縮性があるので着心地もとても楽です。サイズを測りました。上から下まで60センチ、横幅50センチ、この斜めの部分は23センチ、使った糸は 160g、 こんな感じになりました。玉の数で言うと7玉使いました。最後までご視聴ありがとうございました。